スズメのチュンちゃんです。ご視聴ありがとうございます。早速今日もベテランお花屋さんにお花のうんちくを聞いてみますね。こんにちは。こんにちは。綺麗なお花が並んでいますね。綺麗なんだけどね。でもこの中にはね、犬や猫に毒になる花もあるんだよ。例えばユリ科のもの、ユリとか、あとシクラメンとかはダメって聞くよ。そうなの？では今回は犬や猫にとって毒になってしまうお花のことを教えてもらいましょう。オレンジとかレモンの木が犬や猫に大丈夫か聞いてきて。お客さんにもよく聞かれるんだよね。了解しましたチュン。早速お花にもとっても詳しい獣医さんを訪ねてみました。失礼します。はじめまして。はじめまして。お花も研究している獣医さんの井上氷太先生。優しそうなお顔です。早速お聞きします。なぜ犬や猫にお花が毒になるんですか？太古の昔から犬かあるいは猫かというのはいわゆる肉食動物として進化してきてますよね。ですからほとんど野菜果物は食べないで進化してきていた。ですから草食動物と違ってその植物系統の毒には弱いように進化をしてきてしまったということなんですね。なるほど。ではどんな植物が犬や猫にとってダメなんですか？一般的にはユリ科の植物が一番まずいんですけれども、あとはアセビという木があるんですが、あれが本当に馬が酔う木っていうふうに書くぐらいに、あれかじるともう本当にねまずいんですね。死んでしまいます。木に鎖でつなげておいて、でワンちゃんが暇だからねそれをかじりながらずっと待っていて、飼い主が気がついたらもう横になっていてね、実はもう息絶えていたっていうことがありますよね。あとは水仙なんかもそうなんですけれども、水仙は人間でもよくね中毒を起こしますから、ざっくばらんに言うと地面の中に球根を作る植物っていうのは大概毒があると思った方がいいです。球根のような栄養の蓄積物を作っていて、それを掘り起こしてね、イノシシが食べたりモグラが食べたりとかっていうのをされないために、大概そういうものっていうのは毒を持っているように進化しているんですよ。あとは南方の植物、南の方っていうのは非常に生存競争が激しい。いろんな植物も生えていて、で動物がいて、で昆虫もね大型で強く進化してますから、そういう動物や昆虫に食べられないようにやっぱり猛毒を持つように進化してきてますよね。だから辺はちょっとやばいんじゃないのかなというふうに思っておいた方がいいです。スズランなんかたまにね赤い実をつけちゃうことがあるんですよ。めったにつかないんですけれども、でその実だったらもう小型の犬だと1個か2個食べればもうね死んでしまいます。だけれども食べてすぐ死ぬのかっていうと、しばらくはケロッとしているんですよ。胃の中に入ったところで何ともない。でそれが消化されて腸まで行って吸収されると、もうあとは取り返しがつかないですね。残念ながら来ていただいてもスズランの中毒だとかオモトの中毒に関しては腸で吸収され始めたら多分助ける方法はないです。でも先生、どうしてダメな花がわかるのですか？毒と言われているものは大概ね、自分でかじったりとか舐めたりとかねしますからね。ご自もちろん自分でです。分で？体を張ってやってらっしゃるんですね。そうだ、オレンジとレモンの木が大丈夫か聞いてきてって頼まれていました。レモンやオレンジは例えば葉っぱをかじっても木をかじっても大した猛毒はないです。ただ実がなってきたらその実の皮がねリモネンという毒性がありますから気をつけないといけないですね。みかん1個の皮を3分の1、4分の1ぐらいの量食べなければちょっと気持ち悪くなる程度ですよね。ただ金柑みたいなものだと丸飲みしてしまうとどっかに詰まってしまうようなことがありますから、金柑は大きさ的に要注意ですよね。夏に気をつけた方がいいお花は何ですか？これからの季節特に気をつけていただきたいのは強竹糖の仲間なんですね。強竹糖はもう本当に猛毒です。
焼いてしまって煙が出て、その煙を吸っても人間が中毒を起こすぐらいの猛毒でして、それこそ枝をかじっただけでも量によっては死んでしまいます。キョウチクトウは街路樹でも多いし、この辺でも運動公園とか水上公園によく植わっているんですが、キョウチクトウはもうかじってもダメ、それが植わっていた土を舐めてもダメだし、根っこもダメです。でそのキョウチクトウと同じ仲間で同じ毒性を持っているのがプルメリア、ハワイで有名なプルメリアですよね。枝がよくハワイ旅行行くと売っていて、それを持って帰ってきて、で植えると根付いてね、また1年後ぐらいに花が咲くんですけれども、枝がね結構ワンちゃん面白がって、犬って棒が好きなんですよ。であれをかじって持ち歩いて、で中毒で倒れるっていうケースがあります。ではもし犬や猫が毒になる花をかじってしまった時はどうしたらいいですか？まずはできるだけ早く病院に連絡をしていく。でできるだけ早く吐かせるということですね。症状が出てから来てしまう、あるいは半日か1日経ってから来てしまうっていうと、だんだんやれることが少なくなってきますからね。犬や猫を飼っているお家でお花を飾るおすすめの方法を教えてください。うちの場合よくやっているのが、吊り下げるようなタイプの花瓶を使って、天井からぶら下げて、吊り鉢みたいな感じでこう花をねいけるんですね。あとは猫や犬が絶対に入らないような洗面所の中に飾る、トイレの中に飾るとか、最後に動物もお花も愛する井上先生がどうしてもお伝えしたいことがあるそうです。植物としては自分がね食べられないために、子孫を残すために、そういう毒を持っているわけです。だからうまく植物と人間と、それからペットたちは共存していかないといけない。で共存のためには、病気だったらワクチンによってそれはね大丈夫にしますよと。だけれどもこういうものに関しては知識がワクチンになる。何がダメなのか、何が大丈夫なのかっていうのをきちんと知識を身につけるというね、知恵というワクチンをつけていって、で植物との生活を楽しみながらペットとエンジョイをしていくっていう風にしていければなというふうに思っています。大変よくわかりましたちゅ。井上先生、本当にありがとうございました。井上先生からお聞きした犬や猫に安心なお花をご紹介します。バラ科、キク科、ラン科、アナナス科など。ちなみにカーネーションは量によって胃腸障害を起こすこともあるけど、少しかじったくらいなら大丈夫ですって。そして犬や猫にとって最も危険なものはヒガンバナ科、ユリ科、キンポウゲ科、イヌサフラン科、キジカクシカ科、マメ科など。これらは死亡の危険性もあるそうよ。気をつけてね。詳しくは井上動物病院のホームページに載っているので、ぜひこちらもご覧ください。 QR コードはこちら。概要欄にリンクも貼ってあります。皆さんのご意見などをいただけると嬉しいです。チャンネル登録もしてくれると嬉しいチュン。ではまた次回。チュン。